車好きラリーチャンネルのヒラリーです。今日は2023年マイナー前のカローラクロス、それから2023年商品改良前の CX30、この2台を挙げていきたいなと思います。どっちもね、その秋頃に改良が行われまして、でもね、その改良前の方がいいなと思えるようなポイントもある2台で、しかも自分すごく好きでね、走ってもいいなと思えるところがいっぱいの2台。あとね、中古車市場なんかは、これからまだまだね、もうちょっと時間が経ってから主役になってくるような2台でしょうから、これをね、比較していきたいなと思います。まずじゃあ概要的な部分から。カローラクロスはその名前から想像できるような感じでね、すごくこう、ポピュラーというか、普通普遍的な部分で、走って走りやすさとか、それからハンドリング、あと乗り心地、このレベルがね、高いです。相反するような部分ですごくそのレベルが高い。で、お値段が抑えられている。ここにね、魅力を感じます。で、CX30 の方は、もうちょっとね、特別感。車好きとか、頑張って車買って、すごく大事にしたくなっちゃうような車。そういった特別感が走る部分、それから快適性、静粛性の部分、あと内装の見える部分とかね、触る部分、こういったところからも感じられて、もうね、そう、やっぱりこっちも価格的な部分からして、その特別感を持っているところにね、すごいなと思います。どっちもね、その装備を合わせたような状態、ちょうど今日動画に上がってる2台で、カローラクロスマイナー前が224万円、マイナー後が241万円、で CX30 改良前が246万円、改良後が256万円。一応ここに15万円ぐらいの差があって、で CX30 の方はね、多分スマートキーがオプションになるでしょうから、もうちょっと差が開く。で、20万円ぐらいの差になるのかな。ちょっと価格差あるので、内装を見ますと、やっぱりね、内装はその高い CX30 の方が立派です。しかもね、ここ CX30 売りにしてる部分でしょうから、差はあります。ということで、じゃあカローラクロスの内装から見ていきたいなと思います。カローラクロスの方は、内装はね、そこまで重要視されてない部分なのかなっていうのをね、感じます。すごい、車自体いい中で、走る部分に力が入れられていて、で内装なんかはね、それなりというか、普通なり。でも、価格安いですから、なんでしょう。一つ下のクラスでいいグレードあたりと比較するとね、やっぱりカローラクロスの良さ光りますね。ボリューム感あって大きさがある。で、CX30 を相手にしちゃうと、ちょっと普通っぽいというかね、大味っぽさを感じるといった具合です。で、そうですね、いいところで言うと、例えばシフトセレクターの周り。このあたりは凝っていて、いくつかのね、素材が組み合わされていて、で、CX30 の方は全体的な部分で言いますと、凝ったところがね、多いです。パネの曲面とかそうですし、あと下に向かって触るね、いわゆるピアノ調タッチのエアコン操作部とかそうですし、シフトセレクターはその動かすだけでね、こう喜びを感じられるようなこうメカニカルなこう感触のある動き方。あと、インパネからドアトリムへのつながる部分なんかも、基本はマツダ3なんでしょうけれどもね、その上にこう、滑らかにラウンドしてつながるような部品がこう追加されていて、すごく優雅。さらにドアの内張り、ドアトリム。ここね、すごくね、美しいです。この色がね、組み合わされてるのもそうなんですけれども、グリップの部分の作りからしてもね、滑らかで、光沢ブラックとか、柔らかいソフトパッドの部分とか、あとね、優雅に走るメッキーパーツ。こういった部分、単純に見ても美しいですし、ここ握った時にね、こう自分の手がね、美しく見えるなんていうのもね、あったんですよね。なので、女性の方とかをね、助手席にお迎えして、開け閉めするとき、もう女性の方がね、ちょっと嬉しくなっちゃうかもしれませんね。そう、ネイルとかも美しく見えちゃうかもしれない。こういった部分は CX30 のいいところかなと。で、じゃあちょっと細かい部分見ていきますね。細かい部分で言うと、そうですね、カローラクロスでいいなと思うのが、運転席上のルームライト。これがね、優雅に光ります。で、しかも、多分 LED だと思うんですけれども、間接照明的でね、眩しくない。これ最近のトヨタ車で共通するような良さと感じられます。それから、あと、ドリンクホルダー。前側が、小さい缶コーヒーとかを入れられるようになっていて、奥側がちょっと深くてね、ペットボトルとか、ロング缶とか、コンビニの長いね、ジュースなんかを、カップドリンクなんかを置くのに適している。これ2つね、分けられています。で、気になる部分で言うと、ドアのスイッチパネル。
ちょっとね、グリップのすぐ下にあって、しかもスイッチが出っ張っている。で、ここ手が当たっちゃうなんていうのがね、ありました。メーター部分。メインメーターは、普通にね、このグレードですと普通にタコメーター、スピードメーター、それから小さい液晶部があって、ベーシックで見やすいんですけれども、各種の設定がね、メーター内で行います。で、いろんな機能がね、略字なんですよね。パーキングサポートブレーキとか、あとね、プリクラッシュセーフティとか、それから PDA とかね。マツダ3のはこれがナビモニターの方で行いますから、大きな画面で行われる。ここちょっと違いがあって、でも直感的っていう考え方をしますと、カローラクロスはディスプレイオーディオはね、タッチパネルです。で、それからこの小さい液晶部もステアリングスイッチの上下左右のボタンとかがね、使いやすくて、分かりやすいのはある。CX30 の方はセンターコンソールについている大きなコマンダーを使って操作します。でタッチパネル受け付けてくれないので、すごい立派なんですけれども、使い勝手はちょっと覚える必要がある。慣れる必要があるといったところの差はあります。それからあとブレーキホールドとパーキングブレーキ。これね、やっぱりここもカローラクロスの方は穴が開いていてね、引くタイプなんですけれども、これがちょっと大味さがあって、でも使いやすさはある。CX30 の方はあれですね、タッチ式なので、質感がある。といった部分で少しずつ差があるかなと。で、そうですね、続けて取り上げたいのが CX30 の特別感みたいなところですね。まずこのマイナー、ごめんなさい、紹介量前のモデルですと、カップホルダーにね、蓋がついています。で、この蓋が滑らかにゆっくり開閉する。その抵抗が入っていて、気持ちいいんですよね、開閉感が。適度な重厚感もあって、じわっと開いたり閉まったりする。で、あとこの蓋の上の部分がね、光沢黒なんですけれども、クリア層の下に多分模様が入っていて、これが光が当たると浮かび上がります。で、この辺立派ですね。で、センターコンソールはもちろん立派。もう CX5 とか上のクラスと近いイメージで共通されているような感じで、ここすごく立派です。大きさもあります。あと、センターのアームレスト。この蓋が、ここもやっぱりね、抵抗が入っていて、じわっと開いてじわっと閉まります。手離しちゃってもね、パターンと閉まらないので、これ、あれですよね、お家とか家電とかも全般的に、物ってやっぱ最後はゆっくり力を抜いて、ゆっくり開閉しなきゃいけない。で、最後そこね、人間が神経使うところあるんですけれども、この抵抗が入ってるとね、もうこれパターン手離しちゃってもじわっと閉まりますから、やっぱりこう高級感あるところですよね。で、あとは、ドアのスピーカーの位置。中音用もしくは中低音用のスピーカーが CX30 は上の方についています。で、その上にすぐ高音用のスピーカーがついていて、これがね、メリットいっぱいです。まず、つながりがいいです。それから、音像がね、高い位置に上がってきやすいです。あと、スピーカーが低い位置にあるとね、どうしても人間の足とかで反射して、周波数特性がね、乱れます。助手席に人がいる時といない時で音変わっちゃうんですけれども、そういった部分もね、限りなく音がね、劣化しない方向で目の前に音像を作ってくれやすい位置にスピーカーがね、上にあります。ただその分小さいのでね、それなりに立派なユニット入れたり、中箱にしなければ低音は出ないというデメリットはあるんですけれども、位置的にね、自分はすごくいいなと思います。この辺ね、本当特別感ですよね。じゃあ続きましては、快適性、乗り心地とか静粛性を見ていきたいなと思います。まず、乗り心地で言うと、カローラクロスのはね、すごくレベル高いと思います。このガソリンモデルね。ちょっとハイブリッドモデルのは乗り味違うので、ガソリンモデルに絞って言いますと、すごくね、いいです。何がいいかって、フラット感が高くて、かつね、衝撃が気になりにくい。高速の段差、トントンという継ぎ目なんかも、すごくね、滑らかにかつフラットに超えていってくれて、これがね、リアシートでも一緒です。で、走りやすさとかハンドリングの部分は悪くないので、ここね、すごくレベル高いなと思います。CX30 の方は、リアサスペンションが柔らかいセッティングというのがね、フロントシートにいても感じられて、結構ね、これが明確です。で、リアサスペンションね、柔らかく動いてくれて、フロントサスペンションはちょっと硬め。で、カチャンカチャンするところがあるのと、リアサスペンションがね、普段はその衝撃を吸収してくれるんですけれども、ある一定レベルを超えるとね、その唐突な突き上げ感とか、底付き感があって、ちょっとその、領域によって印象が変わる。で、これはドライバーがね、見てると、路面見てこの段差だとやばいかなとか、だんだん想像つくようになってきますから、ちょっとね、そこで減速してあげるとか、そういった対処で
快適に感じられるような走り方ができるみたいなね、ところがあります。で、続いて静粛性。静粛性は単純に静かと感じやすいのは CX30 の方です。カローラクロスの方はね、普通です。全開時の加速なんかはね、音が良くて、響き良くてね、ドライバーをこう盛り上げてくれるような音を聞かせます。新しくなった 2000cc は M20A というタイプで、しかも CVT もね、こう元気が良くなって、で、多分、振動なんかも伝えてくるタイプと思われます。で、こっちの 2ZR 形式というのとスーパー CVT っていうタイプは、10年ちょっと前からあるタイプで、当時のね、トヨタ車のいいところを持っています。滑らかで穏やかでおっとりしていて、で、使う回転数はちょっと高いんですけれども、強い加速とか全開加速時にね、いい音を聞かせてくれる。これがね、2ZR 搭載する車の中でも、このカローラクロスがね、すごくいいんじゃないかと。自分の知る中ではすごく良くて、シューンというね、高音域の響きを混ぜながらね、加速してってくれる。この音なんかがね、いいですね。で、ごめんなさい、CX30 の方は、静粛性の部分もやっぱり特別感があります。高音域と中音域がものすごくカットされたようなね、静粛性を持っています。で、低周波、低音域のある一定の領域はね、聞かせます。聞こえてくるというか聞かせるというかね。で、そう、ゴロゴロした音なんかが、コロコロって聞こえるようなね、丸くしたような音として聞こえてきて、この辺がね、なんかちょっと欧州車を連想しちゃうような、そういった聞こえ方でね、静粛性も特別感があって、でカローラクロスの比較で言うとね、こっちの方が静かです。で、そうですね、エンジン音の聞こえ方なんかは、ちょっとやっぱりこれも特別感というか独特なところがあって、中域をね、聞かせてくる。高音域と低音域がカットされたような音を聞かせてきてね。といったところで、じゃあちょっと加速感とか試乗時の燃費いってみます。まず燃費なんですけれども、カタログ値で言いますと、WLTC モードで、カローラクロスが 14.4kg、CX30 が 16.2kg。今回の CX30 はマイルドハイブリッドのモデルでしたので、CX30 の方がね、いいですね。車重で言いますと CX30 の方がね、重いです。CX30 が 1420kg で、1800cc のカローラクロスは 1330kg になっています。実際にね、自分たちが燃費チェックした時なんですけれども、他の車とか交通状況に左右されない条件のいい時に走って、どっちもね、14kg 台でした。このあたりね、ちょっと別動画にしていますので、よかったらそちらご覧ください。で、加速感なんですけれども、カローラクロスのは先ほど言ったような音の響き方がすごくいい。あと、普通に乗ってる時はね、CVT が滑らか、エンジン音も耳障りでない音質で聞かせてくれる。その代わり使う回転数は少し高いみたいなね、印象でした。で、CX30 のはステップ式 6AT、この6段に切られたトランスミッション、オートマトランスミッションを積むというところがね、ここがまず国産車の中ですと特徴的です。加速感ではやっぱり高回転に行ってパワーが盛り上がる、コンサバなところありつつ、音の聞かせ方が独特。多分ね、相当静かに聞かせるようにっていうところがね、重視されてるんでしょうね。で、6AT っていうと、ブオーンブオーンって変速の音が目立って、例えばマツダ3ですとか、その辺の車はその変速感がね、すごく強調されているんですけれども、CX30 はね、このトランスミッションの制御を含めてね、静かで滑らかさが重視されているなというのを感じました。それは変速の時に微妙にね、少し間が広く取ってあるのかなっていうのかな、そのマツダの中で。静粛性がね、重視されているような感じも含めて。で、そう、マイルドハイブリッドのところに関する部分で言うと、スロットル特性が微妙にね、ほんの微妙に緩くなる瞬間があって、で、これがもしかしたらね、モーターの力が切れた瞬間なのかなと感じるときはありました。でも本当わずかなんでね、言われなきゃ気づかない程度。で、ちょっとね、このスロットル特性に触れたいんですけれども、スロットルというのは、アクセルというのは、踏んでない時に蓋を閉じる役目をします。抵抗でエンジンのパワーを絞る。これがアクセルペダルの役目です。で、例えば 10% 踏んでる時には、9割抵抗にして蓋をしている状態。で、3割踏んだ時には7割蓋をしている状態。パワーのね、あるかないかっていうのは、全開にした時しかありえない。それ以外の部分は、わざと抵抗を作ってね、抑えてるわけですから、抑えてる部分で出ちゃうというのは、制御が悪いということになります。今は、その電子制御によって、
踏んでる量と実際にアクセルの開いてる量というのがね、変わってきます。どの車でもそうですね。で、これをスロットル特性と呼びまして、CX30 の方がね、ちょっと緩く、踏んだ量に対して加速しない方向で制御されているなっていうのをね、感じます。扱いやすさという部分ではね、こっちの方がいいです。で、自然さもあります。でもパワフル感で言うとね、踏んだ量に対していっぱいドバッと開いちゃう方が良くて、どっちかというとカローラクロスはそっち方向。そうですね、CX30 は普通のトヨタ車とかを基準にすると、ちょっとね、その抑え気味なので、ドライブモードをスポーツモードにすると、踏んだ量に対して実際の開く量が増えて、トヨタ車基準で言うと同じように走れるのはこっちなのかなと。でね、燃費もスポーツモードにしたからってね、燃費も変わってくるかって言ったらどうなんだろうと変わってこないかもしれないといったところで、結局は加速した量なりでしょうから、点火時期とか燃長とかシフトプログラム、使う回転数なんか変わってくるので、多少はあるにしても、基本は加速した量だけ燃料を使うみたいなね、イメージでいいのかなって思っています。で、ごめんなさい、ちょっと長くなっちゃったけれども、続いてハンドリングに関する話。ハンドリングは、単純にすごくね、レベル高いなと思うのはカローラクロスの方です。で、CX30 はもっと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 車好きに訴えかけてくる部分があって、そう、通好み。わかる人にはわかるとも言ってもいいのかな。ちょっと失礼な言い方かな。でもね、そういった魅力があって、これ知っちゃったらね、もうすごく満足度高いでしょ、みたいなね、ところがあります。で、カローラクロスの方は、その乗り心地とか、とこのハンドリングを合わせた時のレベルがすごく高い。で、走りやすい。で、もう自分ぐらいのレベルですとね、もうこれでもうすごく満足しちゃうようなね。何がいいって思った通りに走りやすいです。コーナーでどこで外側出て、どこで寄って、どこでハンドル戻して、どこで立ち上がっていく。そういった部分の予想がめちゃくちゃできますし、予想通りに走りやすい。ハンドル切った時の応答性とかのね、バランスがすごくいいです。車の向き変わり出す時と応答性のバランスっていうのかな。それから車のね、前方の隅が見えて、あとタイヤの位置の感覚も取りやすいですから、寄りたいように寄れる。いろんな部分でね、その走りやすさ。これがやっぱりカローラなのかなと。それをね、強く感じさせる部分で、いろんな部分でね、レベル高いなと思います。で、CX30 の方は、カローラクロスで、唯一弱点であると思われる、そのステアリングインフォメーション。感能性能と言ってもいいのかな。走る部分には関係ないんだけれども、喜びとか楽しさを感じられる部分。で、カローラクロスはそこをちょっとね、シャットアウトしていると思うんですけれども、そこを出しているというのがね、一ついいなと思うポイントです。どんな感じかと言いますと、微振動とかザラザラとかブルブル、細かなブルブル、こういった部分はカットされていて、で、大きなね、ちょっとカコーンとしたような衝撃はステアリングに伝えてきてくれる。ここが CX30 のそのステアリングインフォメーションの部分でいいなと思えるところです。例えば片輪だけ段差に乗った時とか、すごくわかりますし、ハンドルがね、どっちに取られそうというのも感じやすい。多分ね、コーナーでフロントのね、応答性が落ちてきた時、タイヤのグリップ限界が近づいてきた時に応答性が落ちるとか、滑りそうな感覚とかね、伝えてきてくれて分かりやすいと思うんですよね。こういった部分で CX30 は魅力があって、でもカローラクロスはそこを快適さのためにシャットアウトしている。電動ババステが打ち消しているみたいなところで、差を感じます。あと、車の動き方。CX30 は普段はね、結構ステアリングギアレシオが緩いような感じで、穏やかです。でも大きく切った時にね、車の機敏さを感じる時があるんですね。大きくもしくは素早く切った時にフロントがククッと動くようなところがあって、で、バランスとしてはリアの方が柔らかいですから、そうですね、大きく切った時にフロントもクッと動いて、全体で調律が取れるみたいなところになって、ここで少し差がありますかね。多くの人がいいなと思うのは、カローラクロスの方じゃないかと。結局車のハンドリングとかね、乗る人とか乗り方によって変わってきますから、乗る人によって評価が変わる。乗り方によって評価が変わる。で、その懐が広いというか、多くの方に支持されそうな、もしくは許容しそうなのがカローラクロスの方で。でも、所有する満足度とか、オーナーだからわかるとか、好きな人だったらわかる魅力とかはね、CX30 かなと。で、そうは言ってもね、カローラクロス、自分ぐらいのレベルですと、すごくよく感じられるようなね、ところがあります。そのぐらいの感じです。で、じゃあ、ちょっとね、あとそれぞれの弱点というのをね、最後に見ていきたいなと思います。価格なりに、いいところあって、価格以上にいいところあって、そうすると、
逆に気になるところもある。ということで弱点としてはですね、どっちもね、リアシートはそこまで良くはないです。カローラクロスの方は、その狭いってこともないんですけれども、シートの座面の高さとか、着座姿勢。これがね、シートの座面が柔らかくて衝撃カットしてくれてるんですけれども、座って沈み込んで着座姿勢を取ったとき、ここでね、ちょっと体の姿勢的にね、違和感を感じます。これはそうですね、シートアレンジとかの関係もあるんでしょうし、いろんな問題あってね、ここで妥協されているんでしょうけれども、同じぐらいの値段で、シエンタとかあると、リアシートね、2列目シートの座りやすさで言うと、そこにはちょっと負けるのかなと。で、上のクラス見ますとね、ラブ4とか、30万円高ぐらいかな、ありまして、で、CX30 の方はね、ちょっと狭さを感じるっていうのがね、ありますね。そんなに重要視されていなくて、カーリンボディデザインとかが重視されている。で、あとね、着座姿勢がすごくね、低く座って、クーペ的に座ります。足を伸ばして座るようなスタイル。手もね、結構伸びるような感じで座るので、シートがね、運転席が後ろに来るんですね。なので、実際に見てとか寸法的なスペースよりも、座って実際に使ってちょっと狭さを感じやすいというのが、CX30 かなと。でね、CX30 のはリアシートね、いいところも、一つあって、SUV というかクロスオーバー的ですから、乗り込むの楽です。足元は、ステップの部分は低くて、で、頭上は SUV 的に広いので、乗り込むの楽というのはあります。でもちょっとね、大人が座るには狭いぐらいというか、コンパクト化的なっていうのをね、感じますね。で、それ以外の部分。それ以外の部分ですと、CX30 は、フロントシートの座面のクッション性です。これがちょっとね、ちょっとスカッとした硬さでね、お尻の尾てい骨の部分だけ沈むんですね。で、面で支えてくれない。このクッション性の部分が、ちょっと残念かなと。本革シートとかになったらね、また違うかもしれないんですけれどもね。それからブレーキ。マイルドハイブリッドということで、結構早い段階からアイドリングストップします。車が停止する前にエンジン止まるんですけれども、そこでブレーキの微調整とか細かい制御を受け付けてくれなくて、ほんのちょっとでもね、抜きすぎちゃうとエンジンが再始動して車に飛び出し感があったりする。で、この辺がね、ちょっとあんまり気持ちよくないというか、乗りにくいので、多分ね、いずれ小変更で変わっていくんでしょうけれどもね、というのはあります。あとは、先ほど触れたリアサスペンションの突き上げ感とか底付き感。で、カローラクロスの方はね、値段考えるとね、下のクラスよりはすごくいい。そんな内装とかなんですけれども、ちょっと内外装がね、大味と感じるところがあって。で、あと、名前とイメージから連想しても、やっぱり普通。だからこその良さがあって。で、これがアイスで言ったらバニラ味ですかね。普遍的。で、CX30 の方は、実用性を損なわなくて特別感を出していて、で、これと比較するとね、やっぱそう感じちゃう。キャラクターがね、全然別ですよね。本当バニラ味に対して、生クリーム、チョコレートソース、抹茶みたいなね、ごめんなさい、ちょっと表現悪いですけれども、そうした CX30。ということでね、カローラクロスの方は特別欠点というところはなくて、走りやすさとかのレベルはすごく高くて、でも特別感っていうので CX30 が優れていて、お値段は20万円ぐらい高い感じ。まとめなんですけれども、どっちもね、この価格がすごいですよね。価格に対する魅力がすごい。つまりコスパが高いと言えるのかな。ほんと繰り返しになっちゃいますけれども、カローラクロスは、下のクラスの上のグレードと比べたらね、乗ったり座ったりした時の満足感高いでしょうし、いろんな部分のレベルが高い。で、CX30 の方もやっぱりね、このお値段、246万円で特別感が味わえる。もうほんとね、例えば、相反する部分のね、レベルが高いというと、単純にそれは高級車になっちゃいます。で、あと、特別感を持つ車というのは、もう500万円、600万円になっちゃいます。その特別感っていうのを、ね、高い車が持ってなかったら、それは問題でしょうし、でもこの値段でね、それを感じられたり、あと、この値段で相反する部分のレベルが高かったり、といった部分がね、もう本当にすごい2台だと思います。ということでね、すいません。長くなりましたが、あとチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。